皆さん、こんにちは。山本春人です。今日もこのラジオを聞いてくださって本当にありがとうございます。皆さんこんばんは。高橋春です。今日も皆さんとこうして優しい時間を一緒に過ごすことができてとても嬉しいです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんが少しでもリラックスしながら自然な日本語を聞けるようにお話ししています。はい。寝る前やお散歩の時、またはお茶を飲みながらゆっくり聞いてくださいね。さて、今日のテーマは人生がなんだかつまらない、意味がないと感じるときに何を大切にすればいいかについてです。なんだか少し心がキュッと苦しくなるような、でもすごく大切なテーマですね。そうですね。毎日同じことの繰り返しで、自分は何のために生きているんだろう、なんて考えてしまう夜もありますよね。はい。今日はそんな気持ちにそっと寄り添えるようなお話ができたらいいなと思います。もしよければ、チャンネル登録やいいねボタンもそっと押していただけるととても励みになります。それでは今日のテーマについて最初のお話から始めていきましょうか。はい。よろしくお願いします。まず最初にお話ししたいのは、日々の小さすぎる幸せについてです。小さすぎる幸せですか？そうです。私たちは生きる意味という大きなものをつい探してしまいますよね。仕事で成功するとか、お金をたくさん稼ぐとか、何か特別なことをしなければいけないと。ああ、確かにそうです。周りの人と自分を比べて、私は何もできていないなって落ち込んでしまうことあります。そうですよね。でも本当はもっともっと小さなことでいいと思うんです。例えば朝起きた時にお日様の光が部屋に入ってきて暖かいなぁと感じること。それすごくわかります。朝、入れたてのコーヒーの匂いをふーっと嗅いだ瞬間とか。そうですね。お気に入りのマグカップで温かいお茶を飲むその1分間。それだけで実はその日の生きている意味としては十分なのかもしれません。なるほど。大きな目的がなくても、今心地いいなと感じる瞬間があれば、それでいいんですね。そうなんです。特別なことではなくて、ただ息をして美味しいものを食べて、ああ美味しいなと思う、その小さな幸せを大切にすることから始めてみるのがいいと思います。なんだか、それを聞いて、少しだけ肩の力が抜けました。それは良かったです。ここまでは小さな幸せを見つけることについてお話ししましたね。ここからはもう少し深く考えてみたいですね。はい。もう少し深くですね。どういうことでしょうか？そうですね。人生に意味がないと感じるとき、心の中はとても疲れている状態なのだと思います。疲れている。確かにそうです。仕事が忙しかったり、人間関係で悩んでいたりすると、心に余裕がなくなります。ええ、心の中のエネルギーのコップが空っぽになってしまっているんです。そういう時に頑張って意味を探そうとすると、もっと疲れてしまいます。ああ、そうですね。頑張らなきゃと思えば思うほど、自分がダメに思えて辛くなります。だからこそ、そういう時は何もしないことを大切にしてほしいんです。
何もしないことですか。それってちょっと勇気がいりますよね。そうですね。現代の社会ではいつも何かをしていないと置いていかれるような不安を感じやすいですから。はい。スマホをずっと見てしまったり、休みなのに何かしなきゃって焦ったりしてしまいます。でも、ただベッドの上をゴロゴロしたり、空を見上げて雲が動くのをぼーっと見たり、そういう無駄な時間こそが実は心に必要なお薬だったりするんです。無駄な時間がお薬ですか。素敵な言葉ですね。私も何も考えずに、ただ温かいお風呂にゆっくり浸かっているとき、一番救われている気がします。それは本当に素晴らしいことです。心にエネルギーをゆっくりと貯めている時間ですね。そう思うと、何もしない時間も大切な時間に思えてきます。へえ。意味を求めるのをやめて、ただ体を休める。それがとても大切な第一歩です。では、心に少しエネルギーが戻ってきたら、次にできることは何でしょうか。そうですね。次のステップとしては、自分のための小さな約束を守るということです。自分のための小さな約束ですか？はい。例えば、明日の朝、好きなパンを食べようとか、明日の夜はお気に入りのアニメを1話見ようとか、本当に些細な約束です。ああ、それなら私にもできそうです。明日の帰りにコンビニで大好きなプリンを買うでもいいですか？最高ですね。それだけでいいんです。人生の意味なんて誰かが決めてくれるものではありません。自分で明日はこれをしようと決めて、それを楽しみに眠りにつく。その小さな繰り返しの中に生きる喜びが静かに生まれてくるのだと思います。確かにそうですね。大きな夢を追いかけるのもいいけれど、明日プリンを食べるという約束があるだけで、明日が少し楽しみになります。そうなんです。明日も生きてみようかなと思えるのは、そういう小さな楽しみがあるからですよね。本当にそうですね。意味なんていう重たい言葉に私たちは振り回されすぎていたのかもしれません。ええ、生きることに最初から意味なんてないのかもしれません。だからこそ自分で楽しいなとか心地いいなと思うことでその時間を満たしていけばそれで十分なんです。なんだかお話を聞いていたら心がとても温かくなって軽くなりました。それは本当に嬉しいです。リスナーの皆さんも少しでも心が軽くなっていたらいいなと思います。それでは最後のお話に向けてゆっくりとまとめていきましょうか。はい。今日もあっという間の時間でしたね。そうですね。今日は人生がなんだかつまらない、意味がないと感じるときに何を大切にすればいいかについてお話ししました。小さな幸せを見つけること、何もしない時間を大切にすること、そして自分との小さな約束を守ること、どれも今すぐできる優しい習慣ですね。そうですね。ここで今日の少し難しい表現を一つだけおさらいしましょう。はい、何でしょうか？今日何度か出てきた些細なという言葉です。これはとても小さくてあまり重要ではないように見えることという意味です。些細なことですね。例えば、落ちているきれいな葉っぱを見つけることや、猫と目が合うこと。そういう些細な幸せをたくさん集めていきたいですね。ええ、
本当にそうですね。リスナーの皆さんは、どんな些細な幸せが好きですか？ぜひコメント欄で皆さんの小さな幸せや今の気持ちを教えてもらえると嬉しいです。皆さんからのコメントをいつも本当に楽しみに読んでいます。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。今日は少しだけスマホを置いてゆっくり休んでみるのもいいかもしれませんね。暖かいお布団に入ってゆっくり休んでくださいね。それではおやすみなさい。おやすみなさい。